这算弹舌吗？今頃フチは穀物を収穫しているんだろうな。空を渡ってくるガンの群れは私たちに宝物をもたらす鮭が川を遡ってくる知らせだ。私たちは鮭のことをカムイちゃん、神の魚とかシペ、本当の食べ物と呼んでいる。伏羲看上去还没什么事儿啊，应该不会就。取ってくれ。クッチ、猿なしの実だ。クッチうまいよ、アシリパさん。とっても甘い。クッチは食べ過ぎると肛門がとても痒くなる。いっぱい食べろ、杉本。好听话。東のアイヌは野イチゴを鮭イチゴと呼ぶそうだ。実が赤くなると鮭が遡ってくるから。そうやってアイヌは毎年鮭を待ち望んでいたんだね。还挺宠的。アチャが教えてくれた。山のこともアイヌのこともすべて。杉本、私は。哦天哪，第一次露出这种神情吗？ラボが私の父だったらどうしよう。终于。アシリパさん、ここまで来たらもう会うしかない。何があっても最後まで俺がついてるから。坚强的后盾。山側は囚人の舎房があるので好大一帮子人。雑草だけでなくのっぺらぼうを奪いに来る連中も警戒しているということだ。とすれば侵入経路は警備の手薄な網走川に面しこの計画は鮭の取れる今しかできね哦，就假装在这儿打鱼，え。うちをアイヌの小屋で这样子钻进去吗？那好费劲儿啊！あんたたちさ、困るよ、こんなとこに。誰が来たよ。すぐに片付けてくれよ。わざわざこんなところでやらなくたっていいだろ确实很可疑。もっと鮭をよこせというのか。う。何のことだ。ここでの漁を許す代わりに明摆着受。还得是他尼嘎 k。 アイヌにとって鮭は主食だった。鮭が極端に少ない年は餓死するものが出たほどだ。だから私たちは鮭一匹を余すことなく利用する。
頭を切り落として上顎の真ん中の膝という軟骨を切り取る。これを使う珍味があるけど、杉本何かわかるか？そう、まさかまさかあれなの？チタタプだ。はい、出ました、チタタプ。太可爱了。のことを指すんだ。チタタプの中のチタタプ。いてて、釣れた。エラと膝をチタタプする。チタタプ。すればするほど美味しくなる。チタタプ、チタタプ、チタタプ。これでチタタプしてもいい？お、チタタプ。好硬核，尾形。根本不听。本当のチタタプでチタタプ言わないならいつ言うんだ？みんなと気持ちを一つにしておこうと思ったんだが。チタタプ。啊，いた！感觉像在逗小猫。哇，好幸福哦！これが本当のチタタプか。取れたてだから臭みがないんだ。ふんのふんの。串焼きも油が乗ってるな。インカラマッサンテ。又要打主意了。おい。はい。何のつもりだ、近橋。女が男の家に行ってご飯を作り、男は半分食べた器を女に渡し、女が残りを食べたら婚姻が成立する。是什么助攻？本当の家族になれば？ひゅー、いいね、お熱いぜ。近橋、返しなさい。这种不能这么利索的，肯定是要非常郑重的表达了。川の向こうから網走監獄を見ていたな。のっぺらぼうはウイルクではないと言いつつも、どこかで期待しているから網走まで来たのでは。おっしゃる通りです。孤児で放浪していた私は流れ着いた小樽でウイルクに出会いました。彼との哦，所以他应该可能觉得他跟威鲁库还有余情吗？二度とない。普段の占いが当たるたび会いたい思いが募りました。そんな時ウイルクの死を耳にした。そんなはずはない。私が彼と会えなくなる理由は私が死ぬから。占いがそう告げたのです。でも彼の死を調べていくうちに遺留品を持つという鶴見中尉に出会ったのです。ウイルクはすでに殺され、監獄にいるのっぺらぼうは金塊のありかを知るキロラン家の仲間。そう言っていました。占いがまた可能确实是同伙，但是不是不好的那种。湖で溺れた時感じたんです。やはり私は死ぬ運命だったのだと。而且威鲁库都已经结婚生娃了呀。何がキニシパと未来へ進みたい。俺にもまだ役目が残ってる。アシリバを無事にフシの元へ返す役目が。時が来たら。哦，不会吧？这不会是什么 flag 吧？インカラマンに渡す。
ミスパのご飯食べてる。已经变成亲儿子了，是吧？おいキロランケ、この上はどこに出るんだ？大丈夫なのか？土方歳三が指定した距離を掘ったんだ。信じるしかねえ。頭を出したら監視たちの酒盛りのど真ん中じゃシャレにならん。我いらっしゃい。予定通りだな。所以俺の宿舎だ。犬堂天国の指示でのっぺらぼうは毎日独房を移される。だがその移動先を俺は正確に予想できる。次の新月の晩にのっぺらぼうがいる方はここ第4社第66号だ。侵入してアシリパちゃんをのっぺらぼうに引き合わせ、何事も不会这么简单吧？このトンネルはすぐに見つかり、門倉はお尋ね者だな。その時は土方さんにお供します。死んだ俺の親父は之前在监狱就有就是旧幕崇拜土方的。その方が親父も喜ぶ。もしのっぺらぼうがシリパさんの父親だとして連れ出すのは難しいのか？片足の剣を切られているのでかなり困難だが不可能ではない。危険を冒してまで連れ出す必要はない。父が本当にのっぺらぼうなら。盗み聞きしとらんで上がってこい。聞いてるぞ。尾形百之助は自陣した第七師団長の妾の息子。并非自杀。金塊目当てで軍を脱走したにしては出自が厄介だ。第七師団の上に立つなんて冗談じゃねえよ。めんどくせえ。てめえらだってお互いに信頼が。尾行不信任何人。インカラマちゃんはさ、のっぺらぼうはどっちなのか占ったことあるの？何度もやりました。何度もやっちゃったんだ。ずっといいえ。つまりのっぺらぼうはアシリパちゃんの父親ではないと出ていたのですが、最近はどんどんハイが追い上げています。这答案还在不断的变化的，那怎么能信哪一次是准的呢500回目のハイが出ました。じゃあ最後にもう一回占ってくれる？现在知道只是徒增压力。丹で待機。尾形山に隠れて何かあれば狙撃で援護。谷垣は川岸に用意した丸木舟で待機。キロランケ、牛山、土方は宿舎で待機。のっぺらぼうのいる舎房へ侵入するのは俺と白石とアシリパさん。敷地内は消灯されている。新月の真っ暗闇を突っ切って舎房へ近づく。先導するのはトニアンチ。風の音が強いが建物の位置関係などは把握できる。遠くへ伝わる下の音もかき消してくれるだろう。よし、行こう。哇！なんだお前ら。直接干！トニー、てめえ耳クソになってんのか？聞き逃してんじゃねえよ、バカ野郎。不是，てめえらこそランプの光見逃してん主要じゃね
我觉得他们一大帮人一起进去搞，就很容易被发现啊。これで門倉部長は明日から無職のお尋ね者だな。幸先が悪い。哥儿几个也是一点伪装也没有，就这么直接进去了。700人以上の囚人を収監でき、放射状に広がる5つの舎房の中央には全体を見渡すための中央見張り所がある。没有一点手用。の窓には鉄格子がはめられているが、唯一鉄格子のない窓がある。天窓さ。侵入できる場所はここ以外ねえってことだ。这么黑也这么准，哇、这么帅的吗？音が漏れてるぞ。很明显啊。ほんと風が強いな。おっと、あっちゃー。为了掩盖声音吗？来ちゃいました。いいですよ、門倉部長。片付けますから。ごめん。无敌开锁王。真的吗？就这么容易吗？哦天哪，他有别的计划吗？あちゃなのか。私だ、走り場だ。小樽から会いに来た。白石、マッチを。畏光。哎呀，我去！别搞！所以故意的吗？让他们落网吗？哦不，别把他们分开！あれ、弾が出ないぞ。俺のも変だ。手入れしないからだ。哎呀，我去！インからマッチャの言ってたキロラン家の仲間ってことなのか？おい、返せ！何が起きてんだ！这是不是真的那个也不确定啊，他们完全可以是整一个假的。这才比较合理，要不然的话他们也太轻易就见到了。他们早就知道了，所以是土方吗？这个好帅呀！我靠！所以他们都是有预料的。他也知道吗？天哪！来た来た。
谷垣西島から小樽へ偽名の電報が届くと。还训练过很多回了。断了他们的退路，所以英卡巴还是跟贺建透露了吗？这么大一个剑，哦，所以还动用了一些背景吗？哇，我鸡皮疙瘩都起来了，这太帅了！这下就是所有的势力都聚集在这个王走监狱了。我觉得这一集的核心就像尾行点出来的，他们没有信任彼此嘛，马上就展开了这种多方博弈的这个局势，最后看着真的是非常的带劲儿。首先就是监狱方典狱长他们看样子是早有做准备了，并且还训练过很多回。他们不仅就是完全提前预判并布置了这一场钓鱼执法吧，算是。同时他们还找了一个假的这个无脸人做替身。很有意思的就是都丹他身为一个盲人，居然能完全认出这个无脸人是假的，并且还说要带阿西派去见真的。就是他肯定是通过他的一种气场或者灵魂的判断吧。我觉得都丹他肯定也看得很清楚，他是想要去反抗这些典狱长的，所以目前我是比较信任他，应该是真正是为了阿西帕着想的。他肯定也不希望阿西帕被别人牵着走。其实说到这儿，又让我想起来他之前在山原身上就看到了一种回不去的灵魂吧，算是，也就让我在想他会不会在阿西帕身上看到了一个还来得及的灵魂呢？就是挺期待看到他跟阿西帕之间的这个交互的，尤其是结合他自身的这个经历和他跟山原阿西帕他们的相遇之后，他又会有什么新的一些感悟吧。然后就是监狱这边跟第7军团又看似是有一个联盟，但是就算有这种合作，应该也只是表面上的。我记得之前犬童应该是跟第7军团他们也不太对付的吧，而他们现在都是想要获取可能黄金的这个秘密，尤其是贺建他非常非常明确的要抓到阿西帕。目前来看他们的这个合作还是共赢的。不过狐狸姐姐就是应该是把塔尼嘎基他们的这个行踪是透露给到贺建他们那边，但是可能是因为是之前任务的一部分，不知道他后续还有没有继续这么做。但是他现在选择透露给塔尼嘎基，肯定是想要去建立这个信任的。他是真的对于塔尼嘎基是有真情在的，所以他不希望他就是觉得背叛了他之类的。但是看贺建他们这边如此的精准的到达，全副武装，肯定是一直都有他们就是山原他们这边行动的这个关键信息和关键动向。还有就是土方，当然他肯定不可能一直跟着山原他们这边计划，他显然就是还在有一盘大棋等着去下那种。他早就已经不是什么那种热血冲锋的少年了，他完全就是一种运筹帷幄的老狐狸做派了。他给我的感觉就是不是那种强攻型的，更像是那种不断的渗透，然后呢随时准备收网的感觉。
就是他也没有正面起冲突，但是有一种放长线钓大鱼的那种深沉。这一集很关键的是，就是贺建最后他点名了一定要抓住阿西里帕，我觉得这已经非常非常明确的指向阿西里帕肯定是这一场就是黄金争夺战的一个，就是像一把钥匙一样的角色。这样看来的话，肯定是不会伤到阿西里帕的，他可能就是需要阿西里帕作为一个。可能是一个媒介，或者说是一种技能等等的，它需要用到阿西里帕，可能才能获得黄金之类的。光是收集地图是无法让他完全拿到黄金的，可能是有个定位，但是需要阿西里帕的某种能力才能让他真正获取黄金。可能是看中阿西里帕的能力、技能，或者是他的这个身份等等。感觉看到这儿真的是越来越刺激了，非常期待。那这期视频到这里说啊，我们下次再见了，拜拜。